ビーツスタジオバッツプラスビーツ2年ぶりのニューモデルがこの動画のちょうど前の日に発売されました。アップルの傘下ということで iPhone との連携もいい感じ、価格も抑えめなこのイヤホン、ある意味 AirPods Pro を超えてます。今回はもっとこのイヤホン深掘っていきましょう。どうもケイスケです。いつもの通りコーヒーを入れ中です。さて今日はですね、こちら、ビーツから新しく出ましたビーツスタジオバッツプラスというイヤホンですね。これ実はちょっと発売前から、ご提供いただいておりましてレビューさせていただきます。発売されたのは冒頭でも言った通りちょうど昨日この動画を出す前日ぐらいにね発売されてるのかなと思います。でね、このイヤホン結構いいのよ。っていうのも僕の持ってるイヤホンっていうのはいろいろ持ってるんだけどメインで使ってるのはまずね、この2つですね。はい、こちら Apple AirPods Pro これ2ですね。 Apple AirPods Pro 2と、こちらソニーの WF1000XM4 と、そこに、3つ目として食い込んでくるんじゃないかと思ってるのがこちらのビーツスタジオバッツプラスです。でこの3つ僕の中では結構推しのワイヤレスイヤホンなんですけども、じゃあどういう人にどのイヤホンがおすすめかという話を先にしておくと、このソニーのはかなり音質重視の人です。かなり音質にこだわって使いたいよって人はこのねソニーのおすすめかなと思います。でもう一個僕の元々持っていた AirPods Pro 2に関しては、とにかく Apple 製品めっちゃ使うよと、やっぱ iPhone、iPad、Mac もう全部使ってて全部シームレスに使いたいよという人はこのね AirPods Pro おすすめかなと思います。で最後このね今回の出た Beats のスタジオバッツ Pro なんですけども、これだけ値段が安いんですよ。これがですね他の2つに比べて1万円ぐらいかな、値段が安くなっていて、かつ操作性もかなりね AirPods Pro 2に近いんですよね。もうほんとシームレスに iPhone と連携ができるのでほとんどの人はこれでぶっちゃけ十分なんじゃないかなと。僕もね AirPods Pro 使ってる理由って iPhone との連携がやっぱめちゃめちゃいい感じで、なんかこう操作感が気持ちよかったりとかするのが好きで使っていたんですけども、かなりねやっぱこの Beats もApple の傘下っていうところでそこが改善されているので、その部分も含めて値段も含めてこれはマジでおすすめできるイヤホンだなと思いました。もちろんね細かい違いとかもあったりするのでその点にも触れながらこちらのイヤホンレビューさせていただきたいと思います。早速いってみましょう。で改めまして今回ご紹介するのがこちら Beats のスタジオバッツプラスというイヤホンです。いろんなカラーバリエーションがあるんですけども、僕はこのトランスペアレントのモデルをいただきました。透明のモデルですね。最近流行りっちゃ流行りだし少しね、昔のレトロな感じをリバイバルしてるって言われたら、そういう感じの見た目なのかなと思います。僕はね結構この見た目好きですけどね。で外観もちょっとチェックしていきます。はい、こちらが今回の本題のイヤホンとなっています。はい、中開くとこういう感じでイヤホン単体の部分が出てきますね。でサイズ感に関して言うと AirPods Pro 2の方が一回り小さい形になりますね。薄さとかはほぼ同じかなっていう感じの印象です。ちなみにソニーのと比較するとちょっとだけね気持ちだけ大きい。ソニーの方がちょっと分厚いんですけどね。大きいって言ってもそんなね困るぐらいの大きさではないので、これでもかなりねイヤホンの中では小さい方なのかなと思っております。で僕は結構このイヤホンで好きなのは、まず見た目が好きですよっていうところと、あとここですね、ちょっと見づらいんですけども USB-C になっています。このねAirPods Pro ってどこまで行ってもここがライトニングなんですよ。僕 iPhone 使ってるんでそんなに困らないかもしれないんですけども、Android の人とかはもうライトニングケーブル使う機会なんてないと思いますので、このね Beats のイヤホンはかなりいいんじゃないかなと思います。でイヤホンの操作についてなんですけども、ここですね、この B のロゴの部分、ここが押せるようになっています。1回押すと再生停止っていうのが選べて、長押しをするとノイズキャンセリングのオンオフだったりとかが切り替えることができます。そんなに大きく AirPods Pro 2とは変わらないかなっていう感じではあるんですけども、再生停止とノイキャンのオンオフ割り合ってる分、音量の操作っていうのができなくなるので、そこだけは1個注意点かなと思います。
で今回のビーツのこのイヤホンめちゃめちゃいいなと思ったのがまず一つバッテリーですね。バッテリーは単体で9時間持っていて、ケース付属だと36時間かな合計持ちます。でこっちの AirPods Pro 2に関しては合計がね30時間だったので、それよりもプラスアルファで持つようになってるよっていうのがいいなと思いました。で Apple ユーザーからしてめっちゃいいなと思ったのが、このね AirPods Pro と同じような機能が使えるよっていうところで、例えばなんですけどもスマートフォンを開いた時にこうね下にポッと出てきて、気持ちよく接続ができるっていうところだったりとか、あとは Bluetooth のところからノイズキャンセリングがいじれるようになっていたりとか、であともう一つ探すっていう機能、iPhone にはあって、自分の持ってる Apple デバイスとかを探すことができるんですけども、もちろんこのね AirPods Pro 2も使うことができます。でさらに加えてこっちのね Beats のスタジオバッツプラスも、その探すに対応してるんですよ。しかも iPhone だけじゃなくて Android にも対応してたりするらしくて、なので Android ユーザーの人にも使えるし Apple ユーザーの人からしたら純正として使えるような形のイヤホンになっています。僕がぶっちゃけこの AirPods Pro 使ってるのって、その要は接続のシームレス感だったりとか、あとは探すっていう機能が使えるとか、そういう細かい部分が iPhone とのなんかこう関係性というか、相性がいいよねと思ってるところだったので、それがねもうほぼ変わらずに使えるっていうところで僕はめちゃくちゃいいなと思っております。でこのね Beats の新しいイヤホンのいいところってそれだけじゃなくて、音質とか装着感も結構僕好きなんですよ。まず装着感なんですけども、これ入れますと。もちろんね装着感、耳につけた感じっていうのは人によるとは思うんですけども、僕は結構好きです。耳にすっぽりと収まるというか、あんまり耳がきつくない感じがして、結構こうなんだろうな、つけてるのを忘れるぐらい装着感はいいのかなと思っています。でねこれがソニーのイヤホンとかになってくるとちょっと大きいんですよね。気持ちいいこのねイヤホン本体の部分が大きくて少し耳についてるなっていう感じがして、割と僕は 3,4 時間経つと疲れちゃうんですよね。なんかそういう疲れがないっていうのがまずね装着感はいいなと思いました。でプラスして音質なんですけども、もちろんねこうソニーのが一番いいなっていうのは確かにそうなんですが、僕はね結構この Beats の音好きで、割とこのね AirPods Pro が言うたら平凡な音っていうかフラットな音だとすると、割とドンと低音がねしっかりと鳴る感じなんですよね。であと僕ねバンドやってたんで、ギターとかドラムとかベースとかいろんなね、楽器の音をこう分離して聞きたいなという気持ちがあるんですけども、そういうね分離して聞こえるっていうので言うと、こっちのねビーツの方がちゃんと楽器が鳴ってるっていうのが分かるのかなと思いました。高いイヤホンほど良くないというか、若干音質は大味ではあるんですけども、それでも僕はねこの AirPods Pro より臨場感があって好きだなと思いました。フラットに音楽聴きたいよって人は AirPods Pro かもしれないし、そうじゃなくて低音とかもがっつり臨場感を持って聴きたいよって人はこっちのね Beats のイヤホンの方が音質は好きなのかなと思います。ケイスケの動画で、この AirPods Pro よく言われるいいところって外音取り込みとノイズキャンセリングなんですよね。でそれもかなり近いところまで来てるなと思います。ノイキャンに関しては僕はもう割とどっこいって言ってもいいんじゃないかなと思ったりするんだけど、どうかな。割とねしっかりと、ちょっと待って、 AirPods Pro こうでしょ。でこっちがノイズキャンセリングに関しては僕はねほぼ同じような感じだと思っています。なんか使ってる上でそんなにめちゃくちゃ違いがあるかって言われると、感じはしないかなっていうところですね。ただ外音取り込みの機能に関してはこっちのね AirPods Pro 2の方がすごいスムーズに外音が聞こえます。こっちの Beats の方は外からマイクでね音を拾ってるなっていう感じがちょっとするので、その点は AirPods Pro の方がいいかなと思います。でいくらけ個人的なところなんですけど、外音取り込みに関して言うと AirPods Pro 2よりも AirPods Pro 1の方が良かった気がするんですよね。これちょっとみんなにも意見もらいたいんですけど、どうですか？使った人いたらコメントください。なんか僕はね1の時の方がスムーズに外音取り込みできてたような気がするんですよね。でここまで来てこのね Beats のスタジオバッツプラスですね、全体的に言うとほぼどっこいか、もちろんやっぱねこう外音取り込みの部分とかコンパクトさっていうところで言うと AirPods Pro 2の方が若干上かなと思うところではあるんですが、やっぱそこね値段が大きくて、ビーツのこのイヤホンって24,800円ぐらいで今回発売されてるんですよ。で、こっちの Apple の AirPods Pro 2に関しては39,800円なんで、ここに15,000円ぐらい、実売だともうちょい下がるかもしれないんですけども、実際に公式で売ってる値段としては15,000円の差があるんですよね。で
15,000円の差があってこんなに性能同じであれば、いやこのねビーツ使いたいって人多いんじゃないかなと僕は思ってます。いかがでしょうか。ケイスケの動画で、ただちょっと言いたい、惜しいと思うところ、やっぱこのね15,000円削った分の、しわ寄せみたいなのが来てる部分もあるので、そこもねしっかりとお伝えしておきます。でそれ僕的に3つあって、まず1つ目はワイヤレス充電ができないことなんですよね。ワイヤレス充電はしたいです。人によってね、ワイヤレス充電使ってないよって人は全然ね興味ない機能かもしれないんですけども、 AirPods Pro に関してもこのねソニーのイヤホンに関しても僕は家でワイヤレス充電をすることが多いので、やっぱワイヤレス充電ちょっとしたいなと思うところはあります。特にね AirPods Pro とかだとライトニングのケーブルいちいち挿すのめんどくさいんでワイヤレス充電しちゃうんですけど、まだこのねビーツのイヤホンは USB-C な分充電はちょっとしやすいかなっていう印象ではあるんですが、ワイヤレス充電はしたいですよねというところで惜しいポイント1つで、2つ目がですね、これ AirPods Pro だとできるんですけども、オーディオ共有機能っていうのがおそらくねこのビーツのイヤホンだとできないです。今のところ見つかってないです。でどういう機能かっていうと、1つの iPhone からこのね AirPods Pro、 例えば僕と自分の彼女みたいなが、どっちも AirPods Pro 持ってたらオーディオ共有して1個の動画の音声を別で聞けたりするんですよね。結構飛行機の中とか旅行するときとかそういう機能があると割と便利なんですけども、それはねちょっとビーツでは使えなかったので、もしかしたらアップデートにねどうにかなるかもしれないんですけども、今のところは使えないという形になっております。でもう1個、Apple デバイス間の自動切り替えには対応してないです。例えば AirPods Pro とかだと、Mac、iPhone、iPad とかで音楽流してるデバイスとか開いてるデバイスに自動で接続が切り替わるようになってるんですよね。不安定な時ももちろんあるんですけども、基本的にはそうやって音が出てるデバイスに応じて自動で切り替えられるということになっているんですが、こっちの、ビーツのイヤホンに関しては自分でねちょっと設定をしなきゃいけなくなるので、ややそこがめんどくさいところではあるかなと思います。僕は基本音楽はiPhone で聴くので、パソコンで聴くことめったにないのであんまり使わない機能かなとは思うんですけども、いろんな Apple のデバイスを横断してやりたいよっていう人は AirPods Pro の方が向いてるかもなという印象です。ケイスケの動画。はい、ということで、本当にいいところも悪いところも語ってきましたが、もう僕のあくまでね僕自身の感想なんですけども、僕がビーツのこのイヤホンを押すのはもうほとんどの人はこれでええんちゃうかっていう話だからこれ押します。僕が AirPods Pro を使ってたのってやっぱ iPhone で気持ちよく音楽が聴きたい、音質がめちゃめちゃいいっていうわけじゃなくてもいいから iPhone との接続性が良くあってほしいよ、探すとかも使いたいよという部分からこのね AirPods Pro を使ってたんですよね。でもちろんこのね AirPods Pro 持ってたらわざわざね買い替える必要ないかなとは思うんですが、ただそのね気持ちよさっていうのはこのねビーツでも十分体験できます。なのでそれ考えたら15,000円以上安いんですよ。これじゃない本当に結構いろんな人、ここからイヤホン買おうと思ってる人で iPhone 使ってるんだよっていう人は結構ねこの Beats のイヤホンおすすめできるなと思います。もちろんね iPhone だけじゃなくて Android にも対応してるので、本当なんかいろんな人にこう無条件におすすめするっていう風になった時にこのね Beats のイヤホンっていうのはめちゃくちゃいいなと思いましたので、ぜひ皆さんも気になっていたら使ってみてください。ちょうどね昨日くらいから、発売されたところだと思うので、ぜひ最新のイヤホン試してみてください。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと久々のイヤホンレビューでした。やっぱねイヤホンも新しいの出ると欲しくなりますね。こういうのいいよね。AirPods とか使ってたんですけども、やっぱね AirPods とか僕ね寿命が来るの早いのがちょっと嫌だったりするんで、これマジで使っていくかもしれない。結構本当におすすめなんです。伝わったかな。